はい、スタートします。お願いします。はい。それでは時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。今日は、行くから、すいません。いきなり。ちょっと最初にね、動画を流したいと思います。いきなりですけどね。よいしょ。あったんですよね。名古屋市の港区っていうところに最初あったんですけどこれ見えるかな。いやもうクソボロいって表現が悪いんですけど、今ちょっと大変出してこんばんは。今面白い動画を今出しております。はい。これ何かわかりますか？作り直して分かった人はチャットの方にぜひ答えていただきたいなと思うんですけども、はい。先月できてたのは知ってたんですけど、わかりますでしょうか？なかったんであれだったんですけど、まあ暇だったんで、こうネット見てたら開催もしてるということで、はい、ついにね、東雲さんの方がこういう形でね、ドライブをしながら投資の方をね、喋っております。はい。すごくね、いやーもう、ちょっと止めますね。すごくね、僕ずっとやりたかったことを東雲さんをちゃんとこうやってやってて、で、何が言いたいかというと、あれなんですよ。東雲さんもこう、日記代わりに自分のアウトプットをこう、するっていうことが、いや、多分、人に見られるっていうことより自分のこう、喋りながら、こう、アウトプットするっていうことをすごい大事に考えてると思うんですよね。うん。これね、もう僕も全く一緒なので、そう、これね、これ僕ちょうどここ知ってるとこだったんですよ。競馬場。はい。だからすごく親近感もあるし、まあ、多分人に見られるっていうことより、そういうことを、まあ、大事にしているっていうか、考えてるんだなっていうのがすごいわかるから、僕もなんかこう、もともと自分もライブとか、最初はこう YouTube をやってて、解説動画を作ったりして、で、どこかでこう、まあ、こういう人に見てもらいたいなと思う気持ちがあったりとかする部分がやっぱありました。で、いつしかちゃんとこう学ぶようになって、自分をこうアウトプットするところっていうのを大事にしようってやっぱなってきて、で、たくさんの人がどうこうっていうことではなく、やっぱりこうトレードとか投資とか経済とか含めて、こう、自分がこう学んでいることをどっかでこう喋れるところって絶対いると思うんですよ。僕はそれを思って。で、それを白目さんは多分これをスタートにしてやってくださって多分絶対楽しいはずだし。はい。で、僕これなんか、邪魔してやろうと思ってなのに、なかなかこれがリアルタイムのなんていうの、通知が来なくって、気がつくと、やってらっしゃったとかあるから、あれと思って、どっかで、でも多分ね、これドライブしててわかるんですけど、このプリズムって結構大変なんですよ。多分、チャットが来ると、チャットが来たら来たで、また、なんて言うんでしょう。見にくいっていうか、もう一個画面を出したりとか、結構それはそれで、僕もちょっと、前、TikTok でライブをしながら、こう、チャットでやったりするときに、画面もう一回出したり、タブレット出したりとか、しなきゃいけないから、結構そういうのはめんどくさいかもしれない。チャットとかね。まあでも、よくこういうふうに、もう TikTok でもたまにこうやってやってて、で、最近ちょっと TikTok がね、なんか、通報があったのかわかんないですけど、僕もしかするともうすぐ TikTok バンになるかもしんなくて、まあいいやと思って、今 TikTok ちょっと休んでるんですけど、
はい。まあ、そういうことでね、ぜひまた、皆さん嫌がるかもしれないですけど、しのぶさんの、ドライブの話にね、もし時間があったらね、ちゃちゃ入れてもらうと面白いかなと思ってます。はい。まあ、そんな、お話です。すいませんね。しのぶさんありがとう。そうそう、ここ競馬の話で。僕ずっとこれ、はい。もう、なんだ、知ってるところばっかなので、はい。もう、なんていうのかな。走ってるところがね。もう、俺も見ながら、ここだ、とか、とか言いたくなっちゃうんですけどね。はい。また、どっかで、ちゃちゃ入れたいな、なんて思っております。はい。はい、すいません。しょっぱなで。はい。音は今日大丈夫そうですね。はい。それでは、まあ、今日ちょっと別に宣伝してるわけじゃないのでね。他に、そう、サラさんはね、やっぱ YouTube はやってないみたいですね。なんか、ちょこちょこ、メールいただいたりとかするんですけど、はい。はい。でですね、今日また、すいません。また僕の話で。はい。これ何かっていうと、菜花の里っていうとこです。知ってますかね？結構ここ、菜花の里は有名かわからないんですけど、長島スパーランドっていうところは結構、有名じゃないかなと思います。三重県と愛知県の境目のところですね。はい。最近ちょっとライブの方遊びに来られてないですけど、トイダさんって、いらっしゃるんですけど、コメントもいつも後で見ていらっしゃる。たまに来て、ライブの方ね、いらっしゃいますけども、その方も、僕と結構趣味が似ててっていうか、花をね、撮るんですよね。だから多分トイダさんも、お花を撮るのが好きなのか、アイコンが花なんですよ。で、僕はなんだっけ、LINE の方の、写真が花なんですけども、で、今ちょうど、先週もちょっと言ったんですけど、バラを撮るのが好きで、今ちょうどバラが満開になってまして、菜花の里ちょっとだけというとですね、これで出るのかな？これまたすいませんね、うんちくで。土曜日、相場がないのでね、少し。これ、あれ出ないですね、あれが、なんだっけ。菜花の里の、これか。ホームページ。うん。そう、ここですね。はい。これはちょっとこのバラですね。ここのいいところは、バラのね、ライトアップをしてるんですよ。要は、昼間とかに、今バラはいろんなところで咲いてるんですけども、ライトアップをしてくれるのがありがたくて、で、ライトアップするとやっぱり、背景が、なんていうのかな。背景が黒くなって、で、そこからこう、バラを撮ることができるので、ちょっとこう幻想的なバラを撮ることができるんですね。はい。それすごく楽しくて、そういうとこをやってるよ。で、今日も夕方から夜にかけて行ってきて、で、帰ってきて、こう喋ってるんですけども、全くトレードなことじゃないんですが、そうだ、これをちょっとお見せするか。これですね、昔なんですけども、僕のインスタグラムです。で、これちょっと見えますかね。しまった。著作権があるかなこれ、昔これ今バラから今音を流してないんですけども、スライドショーみたいな形で花をこういう風に、スライドショーみたいな形で撮ってって、で、皆さん見てお分かりになるかな？ちょっと編集してます、加工してますけども、花の雰囲気がちょっと大きいからふわっとしてるっていうか、柔らかい感じの
写真が多いと思います。これ僕撮って、ちょっと編集してインスタに昔載せてた。これ何だよ。2020年だから2年前かな。ちょうどこう YouTube を始める前に、割と写真を撮っていて、あ、はいはい。あ、そうなんですね。篠宮さん、行ったことあるんですね。篠宮さん、何しって彼女とかと一緒に行くんですか？僕はもう一人でカメラ撮りに行くの好きなので、あれです。何でも一人でどっか行っちゃうので、はい。で、このふわっとした写真がどういう風に写るかというか、まあ、結構僕このふわっとした写真撮るのが好きで、これがですね、まあ、僕のインスタどうでもいいんですけども、ここですね。はい。この秘密はっていうか、もうこれインスタ消しますね。はい。このオールドレンズっていうのが、多分写真をやってる人じゃないとあんまり知らないかもしれない。今の、実はカメラって、カメラ自体は新しいカメラ、ミラーレスとかあるんですね。一眼レフとかミラーレスカメラっていうのがあるんです。まあ、レンズの構造上、一眼レフっていうのが、反対に映るような仕組みっていうか、まあ昔のカメラから今一眼レフってこう進化してきてるんですけども、それからミラーレスっていうデジタルカメラからこう進化していったもの。で、僕は今どちらかというとミラーレス一眼レフっていうカメラを使っているんですが、そこにですね、そうなんですね。会社でですね。そこにですね、こういう昔に使っていたレンズをはめることができるんですよ。はい。わかりますかね？昔のレンズと今のカメラと融合させることによって、昔のレンズって結構ピントが難しいんですけども、なんていうのかな。ふわっとした写真。あと、ここに見えますかね？玉ボケって言いまして、結構レンズのものによっては、周りを、ふわっとさせるだけでなく、玉ボケっていうのもすごく出したりとかする写真を撮ることができるんですね。はい。まあ、新しいレンズでも玉ボケっていうのはできるんですけど、よりこのボケ感っていうのを出すために、オールドレンズっていうのを使ったりします。でも中にはね、このレンズがめちゃくちゃ高いのもあるんですよ。特に、ロシア系のレンズ。はい。実は今話題じゃないですけど、今話題のロシア産のレンズは高いです。日本でもこのオールドレンズで結構高いレンズはあります。このスーパータクマーっていうレンズも高いですね。はい。僕は、富士フイルムってありますよね。今もありますよね。富士フイルムの昔の1970年代の富士ノンレンズっていうのがあるんですけど、その富士ノンレンズっていう国産なんだけど、ちょっとこういう、見えますかね？この玉ボケっていうのがバブルボケっていうのがあるんですけど、このバブルボケっていうのができるレンズがあって、調べて、当時、5年ぐらい前だったんですけど、それを買って、もう今、もう多分2、3万するのかな？僕は当時それ5000円ぐらいで買ったんですけど、まあ、安いレンズもあるんですけど、プレミアがついちゃうとかね、そういうのもあります。一時期、こういうオールドレンズを探したりとかいろいろ見て、YouTube でも探したりしてたんですけど、まあ、今は、投資の方とかが趣味っていうかなってきたので、たまにバラを撮るときに、オールドレンズを使って、で、僕はキヤノンの一眼レフというかミラーレス一眼っていうのと、組み合わせて、写真を撮ってるという、まあ、そういう趣味になります。まあ、どうしても冬場とか、僕は花を撮るのがやっぱ好きなので、冬場とかないんですよね。で、昔は根性あった時は、景色とかも結構撮ってたんですけど、寒くて、やっぱダメ。
ダメですね。寒くて。はい。という、これすごいですね。オールドレンズ。こんないっぱい、あれしてる人もいるんですね。はい。これ本当趣味としてはね、面白いですよ。本当面白い。本当車が例えば好きな人だと、本当だったら、車で、こう、どっか出かけて、で、カメラ持って撮る。で、撮るものも、ただこう、スマホでパチャンと撮るんじゃなくって、こう、オールドレンズみたいなのを使って、ちょっと幻想的な写真に、やっぱり写真って切り取りじゃないですか。なんていうのかな？切り取りっていうか面白いところをこう切り取って幻想的な写真を撮れるっていうのがやっぱ写真の魅力だと思うんでね。で、まあ、昔はこうインスタグラムでこう出してたんですけど、今はもう本当に自己満足っていうか、結局自分のそのなんか趣味とかって自己満足の世界ですよね。こういうことをしているっていうか、僕も多分これからまた花がね、いろいろ季節によって6月、7月で、バラだったらまた秋にね、11月前後とかにもちょこちょこ、出かけて、車で出かけちゃ、そういう花があるところにもね、行きたいななんて思っております。じいちゃんのいい趣味みたいな感じですよね。はい。はい。ということになります。さて、菜花の里はこれぐらいですね。さて、今日なんですけども、今日のテーマがですね、久しぶりに仮想通貨をやっていくんですけども、仮想通貨と今週1週間の、振り返りを見ていきながらね、相場を確認していきたいなと思っているんですが、で、特集というか、久しぶりにその仮想通貨のお話をしていこうと。ちょうどね、テクニカルを見たときに、仮想通貨がですね、もうすっごいやばいところにいたもんですから、それをちょっと久しぶりに、土曜日なんで、相場も終わってますので、それを振り返ってね、行きたいなと思ってます。それからですね、今日は、時間があれば、今ちょっとちらっとお見せしたかな。久しぶりにですね、書いてなかった FX のことについて、ちょっといろいろお話をしていきながら皆さんにも、ご意見聞いたりとかね、情報交換できたらなぁなんて思っております。この方をちょっと説明後で渡していきますね。はい。ではですね、今日の、今週か、まとめというか、まず相場の昨日の終値から確認をしていきたいなと思っております。はい。今週というか金曜日良かったですね。まず、ニューヨーク市場の方ですけども、ダウが33,100という、200か。いいっていうか、良くないですけどね。8週連続ダウが落ちて、やっと今週、ちょっとプラスしたのかなっていう、戻ったのかなって、当たり前って言えば当たり前ですけど、ここで9週落ちたら、なんかあれですよね、40年来とか、なんか80年か90年ぶりの落ちだったみたいですね、ダウが。はい。戻したということですね。ナスダックも戻して、12,100という位置。長期で見れば全然まだまだって感じですよね。S&P も久しぶり4150まで行きましたね。いやー、って感じでしょうかね。はい。で、先物も最後、伸びて終わったという状態。久々金曜日の終値がこう、伸びて終わったって感じですよね。はい。はい。仮想通貨といえば今日最大ニュースは、そうなんですか？知らないです。岸田トークン？マジっすか？ちょっと待ってくださいね。今いきなりニュース、変なニュースが飛び出しました。このニュースちょっと見てみますね。ここの今ニュースちょっと見て、出てるかな？たまにここ今世界の地況のところのニュースを、ちゃっと面白いのも拾ってみたりするんですけど、これ結構このニュースのランキング面白いんですよ。変なのもあるので。岸田のやつあるかな？
あれ本体、ちょっと、もうほぼほぼなんか今、岸田さんの話になるとなんかこう、岸田ネタを魚にちょっと、笑わしてくれるわいみたいな。なんかそんな流れになってますよね。あった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 、本当だ。出ましたね。東雲さんさすがっすね、これ。デジタル岸田トークン、自民党が初配布へ、NFT に本腰化。でも、あれですね。なんか、いいことですよね。思いました。これが上がるかどうかはもう別として、その仮想通貨っていうものが何なのかっていうことを知るには、こういうのあると面白いですね。はい。ああ。これは面白い。アクセスランキング1位ってなってますよ。なんだこれ。いやー。Web3 出てるじゃないですか。いやでも、ブロックチェーンっていう名前や NFT とかメタバースっていう名前が岸田さんのところから出てきて、一般のなんかよくわからないその人たちが、例えばビットコイン、はあ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 、まあ聞いたことあるわって、なんか仮想通貨でしょみたいな。うん。っていうところからすると、自虐でも何でも面白いっていうことを知ってもらえることはいいなと思いますね。はい。僕はまあ明るい話題として捉えればいいんじゃないですかね。でも真面目にいやちょっともう真面目にこんなんやめてくださいって感じがしますけどね。こいつちょっとこれ放送事故になりそうですよ、もう。いやもうみんな何やってんすかこれ。野田聖子大臣トークンとかも配布予定って書いてありますよ。小泉前大臣トークンとか。まずは NFT に慣れてもらうことで、エンゲージメント、愛着心の仕方を、まあまあまあね。はいはいはい。ということですね。へー。面白いですね、今日。いや、いい話題ですね。今日、これを紹介しただけでもいいじゃないですか。もうなるほどね。はい。まあ、これどうなるかわかんないですね。前の、あれ、なんだっけ、新庄の、トークン新庄じゃねえ、トークンじゃねえわ。ビットフライヤーの CM の、新庄のやつはなんだっけ忘れちゃいましたよ。これあったっけお気に入りにもう入れてましたっけちょっと待ってくださいね。全然見てなかったわ。前入れてたよな。ジャスミー。ちょっと、関係ないです。ジャスミン見ていいですか？うん。ちょっと今日めっちゃおふざけになってますけど、ジャスミン見ていいです。あれ？これでいいよな。ちょっと、ちょっと待って。新庄ジャスミンって書いてあって、そのまま、すいません、そのままになってるので、チャートが、めちゃくちゃになってますね。ちょっとこれ、今、入ってもいいです。ジャスミン。新庄ジャスミンのテクニカル、ちょっとリアルで書きますね。いやこんな、放送でいいんですかね。
ちょっとあれです。ずーっと書いてなかったんだ。久しぶり。今日もう、いかんな。今日仮想通貨やっちゃったお笑い番組になってますね。これ完全に。ですね。ちょっとですね、せっかくなので、最近の新庄ジャスミーがどういう状態かを簡単にちょっと、解説していきたいと思います。今、新庄ジャスミーは、ちょっと、長期や冷やしを出してますね。これ練習ですね、みんな。皆さんこうやって、まずちょっと縦軸を入れます。ちょっとアメリカの関係で縦軸を、あれです。3ヶ月おきに入れます。長期ですので、3ヶ月。緑の線を入れて、こうやって。あ、ここスタートですね。スタートが、新庄ジャスミーは2021年の11月後半に上場されて、ここですね。0.242 というところからスタートしております。で、作り方は、こうですね。ちょっと、あまりにも上すぎちゃって、あれですね。ちょっと、新庄ジャスミーがですね、もう、最初の初値からだいぶ下ですけども、今こういう状態ですね。はい。それでどれぐらいの下落トレンドかっていうことで、一番いいのは、この下落トレンドが一番見やすいですね。はい。で、もう一段下げたところで下落トレンドが形成されておりまして、はいはいはい。で、上昇トレンドがどこかである。ここで一回戻してますね。3月の10日から4月にかけて、なんとなくですけど、野球が始まったオープン戦か何かからちょっと上がったんでしょうか。ここが一回上昇トレンドが波がありました。で、上昇トレンドが1段、2段ちょっと作ってみます。まあ、上昇トレンドっていうか戻り高値ですね。完全に。下落の戻り高値が1、2、3とあって、この波があります。はい。これで上昇トレンドがここのどこかであるといいですけど、あ、ここに1個あるな。ちょっと待ってね。これで重ねていくと、よいしょ。よいしょ。ここに角度が1個ありました。で、もう1個ここに持ってきて、できれば同じ角度で絡んでるとこ見てきて、はい。はいはい。ではですね、ここでボラティリティをちょっと見ていきます。すいません、即興で。最初が、スタートしてから、新庄ジャスミンは、違うな。あ、違う。すごいな。破産しますね。これ本当破産ですね。最初の3ヶ月で 80% 下げてて、次の3ヶ月で、IPO 銘柄みたいなもんですからね。あ、でもここもすごいね。ボラテリティが少ないと思いつつ、この最初の
3ヶ月マイナス 80% なんですけど、次の3ヶ月も実は小さいですけど、これ、今度は、でも、パーセンテージで言ったら 75% 下げてますね。はい。こういうね、チャートの見方が意外にこう見ると、下げてなさそうに見えて、ものすごい下げてるのがわかりますね。ということで、この銘柄は、この半年で 160% 下げてます。はい。もう今のアメリカの株の個別株の比じゃないですけどね。仮想通貨こういうのがすごいですよね。アルトコインはもうしょうがないっていうか、ちょっとなんかあると、時価総額が少ないので、飛び方が半端じゃないですよね。で、一応、あれどこだっけ。折れ線グラフで、この半年の動き方は、まあみんなこんなことしなくてもわかります。あ、間違えた。ちょっと待ってください。もう一回いきます。久しぶりにやりますね。はい。ちょっと色が緑になっちゃいましたけども、長期冷やしで見た場合に、比率ですね。上昇が1に対して下落トレンドが1、2、3、4、1対5ぐらいの割合。ということは、上昇1、下落が5ぐらいの、水準になります。これ見ればわかりますけど、恐怖でしかないですよね。今、はい、すごい、停滞して、底打ちしてる感じですけどね。はい。まあ、こんなようなテクニカルになります。これ冷やしですのでね。これでまた、4時間足とか1時間足だとだいぶ変わってくるかもしれない。でもまあ今これ、0に近いですよ。まあもともとこういうの時価総額小さいですけどね。これドルベースなので、0.01 だから、1ドルだから、いくら ?1 円 ?1 円と考えていいのかな ?1 円すいません。1円です、今。はい。1円ぐらいです。という、はい。今どうなんですかね新庄も、給料これにしてもらってるんですかねこれだとやばいですね、本当に。はい。あ、すいません。はい。それでは、新庄ジャスミンがこの今仮想通貨のアルトコインっていうのはほぼ、この状態、今一例取りましたけど、もうほぼこのチャートの状態って考えてもらった方がいいと思います。はい。ちょうどついでだったので、危険水域もね、話ができるかなと思いますけどね。はい。ちょっと飛びました。この金曜日のところからまたちょっと戻していきたいなと思います。はい。金曜日の、米国の金利が、2.484 で、まあ、ちょっと低い状態。米国債の10年金利が 2.741 なので、まあ本当にこの2つ、ちょっと今抑えられている状態かなと思います。はい。最近はね、今なんか別に金利と株価って相関関係にちょっと今ない気はします。また、キュッとこのね、2年国債とか、キュッと上げてきたら、関係してくるかもしれないですけど、どちらかというと、そのインフレに対する抑制で、どうなのかっていう、この感じはしますね。本当だったら、ここが下げてきたらすごい上がってるっていうよりも、なんかこう、アメリカのその、底打ち感がちょっと出てきてるのかなっていう意味もあるんじゃないかなと僕は思いますね。はい。恐怖が落ちました。25まで落ちました。ビックスがね。はい。
ただ、ナスダックの恐怖指数はまだ高い。31という位置です。まあ、恐怖指数がもう今感覚的におかしいですけど、ビックスが20ぐらい切ってこないと全然ダメです。まだ、25って全然、落ち着い、今やっとちょっとだけ落ち着いたけど、すぐに30ぐらいにまで上がってくるので、本当にまだボラティリティが高いです。はい。はい。じゃあ、こちらの方ですね。世界の方をちょっと確認していきたいと思います。金曜日ですけどね。はい。中国の方は変わらず、香港も、プラス 2.89 ですけども、2万の大台をちょっと乗せたぐらい。まだまだ香港もまだまだ厳しいところ。半導体系、韓国、台湾は、底打ちしてる感はあるかもしれません。今日時間があればちょっと確認していきたいなと思います。それから、インドは、16,300 なので、ちょっと、底打ち感。ならもう、アメリカとちょっとみんなチャートが似てますね。インドも底打ち感はあるかもしれません。ヨーロッパですけども、イギリスは強いです。7585なので、これはかなりいい位置にいますね。はい。確か、最高値じゃないですけど、7650あたりが高い位置だと思います。はい。イギリス100ですね。ドイツも久しぶり14,460まで上がっております。14,500は久々ですね、この位置は。ユーロも久しぶり3,800まで登ってきました。戻ってきましたですね。はい。こちらが、東南アジアの方はあんまり変わってませんけど、すごい落ちてたベトナムが底打ちしたのかな。これもちょっと見たいですね。はい。また紹介してきます。世界株今日紹介してきます。はい。あと、主だったところは、特に南アフリカがまた底打った感じはありますかね。カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチンあたり、このあたりはあんまり変わらないです。はい。世界の方はそんな動きでした。コモディティがですね、すごいですね。皆さん天然ガスとか見ました？木曜日あたりからブリンブリンですね、これ。怖いわ。1日で 10% ぐらい動きましたね、これ。9.4 から 8.2 って10% ぐらい動きましたよね。これ、レバレッジ4倍以下じゃないとどっちかでやられてるはずです。レバレッジ5倍ぐらいじゃ多分効かないと思います。もともとほら、コモディティってこのゴールド、シルバー、原油全部、そのままの、証拠金でやったら20倍じゃないですか。IG 証券も GMO も。20倍っていうことは、値動き 5% でどっちか振られたらロスカットですよね。なので、相当証拠金入れてやってるか、もうすぐにどっちか、スキャルピングかデイトレードもできるかな。天然ガスはデイトレードもできないかもしれない。1日持たないかもしれないですね、これ。原油もそうです。原油も1日持つかわからないぐらいのボラでした。はい。今回、ちょっとやっぱりコモディティ結構、動きすごかったので、投稿の方っていうか、コミュニティの方にも載せたんですけど、これやってる人いたらすごいなと思いました。うん。ダンさんとかもまだ、簡単に言ってるんですけど、もうどっちかですよ。本当に5分足チャートでスキャルピングするか、デイトレードでもダメだと思います。それかもう、証拠金を、多分天然ガスだったら1ロット5000円なので、証拠金を6倍ぐらい入れて、そうですね、6倍入れると3万円 ?3 万円ぐらい入れて、レバレッジ 3.3 倍ぐらいにして、レバレッジを低くして、見る。でも、逆方向行ったら、証拠金、任意証拠金もやられちゃうから怖いですけどね。要は、3万円入れても、含み損が
ね、15,000円、1ロットでですよ。いっちゃうから、相当だと思います。うん。今日はね、でも、後で話しますけど、FX のことについてちょっとね、久しぶりにまたそれもお話ししようかななんて思っております。でも、金とゴールド、シルバーについては、そこまで、シルバーがちょっとボラティリティありましたね。はい。で、大豆もすごかったっすね。木曜日。これ多分、1730近辺がピークつけて、今ピークから下げてくるかなどうかなっていう、一時的ですよ。基本的に長期は上昇トレンドですので、はい。本もそうです。上昇トレンドから今ちょっとレンジに来て下がって見せてるけど、まだ多分ソフトコモディティは長期で見たらまだ上かもしれないなって感じはします。チャートなんかずっと見てると長期はねわかります。短期はわからない。短期は本当にわからないっていうかすごいボラが高いです。はい。もう本当に極端にやられたらいいと思います。もう、スキャルピングじゃないけど、5分足か10分足ぐらいで、3時間、4時間ぐらい張り付いてトレードするか、証拠金を5倍、6倍入れて、レバレッジ3倍ぐらいにして、スイングトレードで楽しむか、もうどっちかです。はい、本当にそう思います。中途半端なデイトレードじゃ、精神的に良くないだけ。はい。2日3日持とっかなとかって言っとっちゃダメですね。はい。はい。そういう試合です。はい。で、今日お話しする仮想通貨の今の状況。あんまり動いてないですね。あんまり動いてません。でもこれあんまり動いてないですけど、本当に今危険な領域なので、またちょっと今日お話ししたいなと思います。はい。ではですね、こっちのヒートマップを1週間でちょっと見てみましょう。S&P500 のヒートマップです。久しぶりに、見ましたね。真っ青。はい。ちょっと戻ったところ、みんな戻ってるだけなんですけども、テスラが 14% 今週戻りました。アップルも 7.86 戻りました、今週。マイクロソフトも 8.19 戻りました。コストコが、落ちがすごかったんであれですけど、13% ですね。はいはい。そうですね。天然ガスとか油断したら、本当に、天然ガスはもうダメっす、あれ。もうダメっていうか、ほんとどっちかしないとダメです。スキャルで、この時はもうこれで入れるよと思って、テクニカル見て、ロングを仕掛けて、もう、あれですね。損切りと利確をこう、ペッと入れて、2、3時間こう張り付いて様子見て、って見る。とかね。ほんといい位置がどこかって分かりにくいと思います。ここからまた FX の、本当に FX の勉強しないといけないなと思いますね。あれは。あとですね、エネルギーも実は上げてます。エネルギーはじわじわっと上げてます。なので、このヒートマップ珍しいと思います。エネルギーも上がっていて、他の大型株とかも戻しているっていう1週間だったということ。どっちかというと、大型株とこれ戻している。で、エネルギーは堅調に、上昇トレンドに乗っているっていう1週間。ただ、ヘルスケアは安定しているので、コツコツ伸びているという状態。で、一般、ディスカウントストア、このあたりはすごい落として戻したという状態ですね。どういう銘柄がいいかっていうのは、でも個別株はやっぱりリスクですよね。すごいリスクかなと思います。やっぱり ETF
中心で、つまんないですけど、今は ETF っていうか、積み立てするなら ETF でこう、S&P とかで、コツコツやるしかないかなと思います。はい。はい。世界の動きを見てみましょう。今週1週間ですね。はい。目立ったところで言うと、中国が、ちょっと戻しました。はい。アリババ、良かったですね。あ、篠宮さん、金曜日、アリババ、ちょっと、落としたのかな？戻したかな？うん。金曜日ちょっと見たときに、あれアリババだけ最初落としてかなと思ったんですけど、でもまあ、全体的に見ればそこを打った感はあるかもしれませんね。はい。中国のハイテクは戻しています。日本もこの1週間はまあぼちぼちって感じでした。日本は割とそのアメリカと比べれば今日経とかのチャートはまだ相変わらずレンジっていうかそこまですごく下げはしてないですね。はい。カナダはぼちぼち。今週1週間もうみんなぼちぼちって感じです。うん。ウクライナの関係で落としてるっていうとこは今もそんなにヨーロッパはなさそうですね。はい。うん。ブラジルがなんか大きいとこがペトロプラスというとこ落としてるのが目立ちますね。赤が逆に目立ちました。全体的にまあ青かちょっと薄い感じということですね。はい。世界はこんな感じです。はい。それではですね、仮想通貨いくか。はい。今日の特集を先に行ってみたいと思います。今日の特集なんですけども、久しぶりに仮想通貨の全体像をテクニカル上で見て、今何が危ないかっていうのを危険水域をテクニカル上でね、見ていきたいなと思います。まあ皆さんもなかなかこう最近仮想通貨ってこう今ね、岸田さんの話題とかありますけども、認知はされてるけども、まあ相変わらずどうなの？危ないんじゃないの？っていうのを感じているかなと思うんですね。じゃあどの程度何が危ないのかっていうのも、まあ危険水域を見ていきたいなと思います。はい。久しぶりに僕も金曜日と今日、少し、仮想通貨のチャートをいじる機会、久々いじりました。はい。こちらがですね、トータル仮想通貨、全体の仮想通貨の日足の、時価総額のチャートになります。もう、作り方は最近、使ったやり方と同じように、平行四辺形を作っております。まあ、単純にちょっと解説しますね。仮想通貨全体の、まあ、ピークが、まずここ、2021年の11月の9日がピークでした。時価総額が。ここがね、約ね、3兆ドルになるのかな？はい。3兆ドルというとこ。ちなみに、アップルとよく比較される、仮想通貨全体の時価総額って、アップルと比較されることが多くて、アップルが2兆、今どれぐらいだろう ?2 兆ドル、もうちょっとあるのかな ?2 兆とか。で、ちょうどね、アップルの時価総額を仮想通貨が上回ったとかいうことが昔話があって、まあ、比較されてましたけどね。はい。で、今、この約3兆ドルあった時価総額が、今現在が 1.17。3兆ドルから 1.17 なので、単純ですけど、仮想通貨にお金が、だいたい3分の1ぐらいになってると考えてください。はい。まず、これが全体の話ですね。でですね、この平行四辺形見ていただくとわかりますけども、上昇トレンドと下降トレンドをパッと見たときに、上昇1に対して下降が約3ぐらいの平行四辺形になっているかと思います。はい。ね。わかりますでしょうか？
で、ボラティリティですけども、11月からの3ヶ月間は約 50% ボラティリティがありました。まあ、ここで約半分ぐらいになりました。で、単純ですよ。次の3ヶ月がまた約半分になりました、みたいな感じで、要は、時価総額、仮想通貨は、3兆ドルから、2兆ドルになり、1兆ドルになったっていうのが、もうトータル的に言えることです。でですね、この仮想通貨全体の、冷やしの今の位置が一体どこにあるかっていうのがポイントなんです。で、このポイントがですね、ちょっと冷やしでこう、スクロールすると、お分かりになりますかね。実は僕は、これ思い出もあるので、ここにブラシを使って、ちょっとこの今青い位置丸をつけたんですけど、この位置と、俺が邪魔ですね。俺が邪魔。ここですね。今の時価総額の位置がですね、ここ。2021年の7月19日の位置とほぼ一緒。この7月19日が何があったかというと、この後なんですけど、イーサリアムっていう、通貨、時価総額の今2位ですね。この2位の、イーサリアムが、イーサリアム 2.0 っていう、僕は今ちょっとステーキングをしてるんですけども、ステーキングをしていて、バージョンアップをするよっていうところをきっかけにして、イーサリアムがここから引っ張っていったんですね。で、仮想通貨自体もまたもう一回、引っ張ってきたきっかけとなったところ。これがその7月19日の底値。もうちょっと言うと、第一次、バブルというかが仮想通貨は、ここ、5月の、2021年の5月19日。ここが1回目のピークでしたね。はい。そこから、ドーンと落としていったと。ここについては完全にもうどこかでもうバブルが弾けるだろうっていうことで弾けたわけですよ。で、この2021年の、11月、ここですね。ここについてもアメリカのナスダックがこの後、年末にかけてピークを迎えて、で、今落ちてるじゃないですか。だからもうクリプトというか仮想通貨は本当に景気先行型にどんどんなってきたんです。要は仮想通貨が先に、なんていうの、景気の先行的な、要はまずお金が余っていたらアメリカの方とかもみんなデフレの時に仮想通貨とテスラに入れてたんですよ。うん。そう。ロビンフットっていうサイトがあるんですけど。どうもちょうどサラさんがいたので、ロビンフットのことも知ってるかもしれないですけどね。こんばんは、よろしくお願いします。はい。ちょうどこの仮想通貨が、そう、新庄ジャスミンの話も終わっちゃいました。ちょっと今日仮想通貨の話をしてたので。はい。で、この、1ヶ月後にね、アメリカが、天井を1回打って、下がってきてるという状況。はい。仮想通貨ちょっと早いですよね。その、先行指標というか、もうどちらかというと IPO 銘柄的な感じですよね。はい。仮想通貨死ぬわけではないと思うんですけど、ゼロにはならないんだけど、やっぱりもう今の水準、この7月19日ほぼ同じ値なんですね。はい。これを今ちょっとポイント、この7月の値と今どういう状況かっていうのを、お話をしたいなと思っております。それではですね、この仮想通貨全体のところから次の、ものを見たいと思います。こちら。仮想通貨にトータル2と書いてあります。このトータル2というのは、アルトコインの時価総額の全体のものになります。はい。
ビットコインを抜いたイーサリアムから、要は仮想通貨からビットコインを抜いた、時価総額のチャートになります。で、これも今の位置とほぼ一緒です。7月の19日の値とほぼ同じところにいます、今。はい。底抜け。これ今、ほんと抜けちゃったら、そのバブル崩壊した7月の値よりストーンと落ちます。はい、本当に、ストーンときます。まあ、本当にもう今一緒、同じ位置にいます。これね、ここに戻るかもしれません。仮想通貨がここに、ブレイク前に戻るかもしれません。今そういう危険なところにいます。はい。全く一緒。去年の7月19日とほぼ同じ値にいます。はい。これがアルトコインの全体の話ですね。もうこの、平行四辺形もほぼ同じですね。はい。上昇1に対して下落が3という形の平行四辺形になっております。はい。それじゃあ次行きますよ。トータル DeFi です。もう一応復習ですけど DeFi は何かというと、イーサリアムを中心とした、なんていうの、分散型取引所という、ものになります。要は銀行を介さず、両替をするときに、複利で増やしたりとか、できる、プラットフォームがいろんな、例えば、ユニスワップとか、パンケーキスワップとか、そういった、もの。他にもバイナンス取引所とかいろんな取引所の中にも DeFi っていうのも入っていて、簡単に言うと本当にトレードするときに、両替をするときに、複利を増やしていくっていうような、ものをトータル的にこれ DeFi と言われているものです。でですね、これがですね、ちょっとやばいんですけども、きっかけが多分この間の韓国製の仮想通貨の、テラ、あと仮想通貨のルナか。からUSD のコイン、ステープルコインっていうUSD の関係の、テラですね。これの暴落が多分先週すごい影響を受けたんですね、これきっと。はい。で、カーンと落としてしまったところがですね、さっきの、DeFi のこのチャートがですね、この今落とした位置がですね、この7月の位置よりも、7月19日の位置よりも、もうさらにもっと落としてます。完全にこれルナの関係だと思います。はい。今なんかルナの方が新しい代替トークンかなんか作ってなんかしてるとか言ってますけど、後の祭りですわ、あれは。はい。もうとんでもないことになっておるんですけども、やっぱり不安定な仮想通貨って要素があって、新しいものなので仕方ないんですけど、もともと価値があった、価値じゃねえわ、ステーブルコインって USDT とか USDC とか、BUSD ってドルベースのトレードするときの、このドルベースの、やっぱりものっていうのが1ドルでなきゃいけない。この1ドルの価値っていうのがどうしても、ちょっと、例えば今回のそのテラっていうのが1ドルでなきゃいけないのに 0.9 とか、1ドルじゃなくなってきたときに、このトレードの均衡が破られてしまって、なんだこれ結局どうなのっていう話になって、今まだそれきっかけしてるかわかんないですけど、やっぱステープルコインじゃないや、アルトコインでもなんか問題になっているみたいですね。ステッペンだったかな。ということで、とにかく不安定なものであるってことは間違いないです。なので、やっぱ不安要素から、やっぱり
株式とかもそうなんですけど、不安要素がすごくあるものっていうのは、一気に、開発とは別にね、売られたりすることは、もう往々にしてありますよね。今の、アメリカの株もそうですけど、逆に言うと、実体経済と今、サラさんもね、話前してましたけど、アメリカの経済と株価が、今マッチしてきてるかもしれない。前まではバブルだった。で、これも、クリプトも同じ。クリプト一番買っているところはやっぱアメリカなので、アメリカの方々が、これやばいんじゃないのっていうことがあれば、日本も買ってる人は多いですけど、でも、多分日本は、ここまで知識がない人も多くて、ここまでステーブルコインとかでトレードしてる人ってそんなにいないと思うんですよね。ビットフライヤーとか、コインチェックとか使って、ちょっと、なんていうんですかね、XRP とか買ってみようかなとかね、いう人はいるかもしれませんけど。はい。とにかく、この DeFi は今一番まずい状態になってゲイン領域からちょっと突破して、ブレイク前のところに戻っちゃうんじゃないかなっていう恐れがあるというところにいます。はい。はい。ビットコインドミナンスはもうあんまり見なくてもいいと思います。これ何かというと、ビットコインの、パーセンテージを表したチャートなので、今すごい上がってるのは、これビットコインの比率ですね。仮想通貨全体のビットコインの比率。はい。もうなんか喋ってますね。あれそうなんだ。なんか、シロさんの見ましたとか書いてますね。なるほど。使用権みたいな話。はい。待ち受けか。いいんじゃないですか。なんです、今日もそれ、あれもう俺、はい。じゃあ今日、これずっと出しときます笑えるわ。あれ、どこまで行っちゃったの忘れちゃうんですよ、これ。はい。ダウじゃねえわ。これドミナンスね。はい。ドミナンスは、46% っていうところで久々、なんかこうテクニカル上で見るとこのビットコインドミナンスは、逆三尊みたいに見えて、すごい勢いで上がってますけど、これは仮想通貨全体では非常によろしくない状態です。このドミナンスが上がってるってことはアルトコインが弱ってるっていうことなので、本当は、僕ら、クリプトを、こう、調子がいいなと思うのは、このビットコインドミナンスが 40% を切ったあたりは一番いいなと思っております。これいつかわかんないですけどね。今ちょうどこの平行四辺形がちょっと上抜いちゃったので、ここ最近で。こういう状態ですね。ビットコインドミナンスだけで見ると、かなり上昇トレンドに乗ってしまっているということになります。はい。それでは、あと、ちょっとだけ、久しぶりにビットコインとイーサリアム、それからバイナンスコイン、それからソラーナあたりだけ見ていきたいと思います。久しぶりですね。クリプトを、仮想通貨を解説っていうかテクニカルを解説するのは。みんなほとんど今やってる人いるんかな？ビットコインをずっと見てらっしゃる方もいるかもしれないですけどね。ビットコインですけど、ついにですね、3万ドルを割ってしまいましたね。今現在、ビットコイン USDT は28,400っていうことで、多分、7月の時の、暴落のピークが31,000ドルなんですよ。だから、みんなこの3万ドルっていうとこ一つ、ビットコインの防波堤だったと思ってるんですよね。でも、落ち着いたところが、この2日間ぐらいですけども、28,000の位置で止まってるんですね。この位置は、
良くはない。ほんと良くないです。3万ドルでまだ止まってればね、あ、なるほどね、ここだったらまだこう、ブレーキ効くなと思うんですけど、今ちょっとこう、ほんと良くない位置で止まってると思います。はい。しかもですね、良くないなと思うのは、ビットコインのこの平行四辺形の値ですけど、トライアングルのところが、下降トレンドのこの位置なんですよね。何言いたいかっていうと、この平行四辺形の、このアメリカの今相場って、この平行四辺形の、どう言ったらいいんだろう。ここの位置なんですよ。まだ下落進むかもしれないけど、まだ戻ってくる可能性があるよっていうのが今アメリカの相場の位置なんですね。ここなんですよ。でも、ビットコインは今、ここにいるっていうことは、こっからまだ落としてくる下落トレンドが続く可能性も十分あるんですね、これが。はい。こういう感じに捉えられるというか、はい。この平行四辺形の形。はい。こういうふうに落としてくる可能性を持ってるっていうのが良くないです。はい。上昇トレンドに登っていくっていうシナリオもないことはないですけど、ただ下落の方がまだある。で、どこまであるかっていうと、きついですけど、2万1000ドル。2万1000までいっちゃう可能性は出てきましたね。こう見てると。もうこれはね、企業とか持ってる人とかは、マイクロストラテジーとかも本当やばいんじゃないですかね。2万1000ぐらいまで見えます。上がってこれいいですよ。ちょっとね、こういう風に見えちゃってますね。だからアメリカの相場は今こういう位置なので、底打ち感も若干あるんですよ。ここだな。まあ、ちょっと今長期足で見てますけど、こういう風に見えます。ビットコインですね。はい。危険領域でございます。もう一段あるかもしれません。イーサリアムですね。イーサリアムの方が弱かったな。ですね、イーサリアムが、ちょうどですね、今の位置が、まずここですね。1785を一回下抜けたんですよね。この7月のところ。これ、ダブルボトムになってますよね。日足を見てます。見えますか？7月の時には、もうみんな、あーっと思ったんですよ。こう、ダブルボトムになって上がっていったのが分かりました。その時の、これ、1780だったんですね。今、この位置の、同じ位置にいるんですけど、これがですね、同じようにまだまだ、もしかすると、イーサは、ここ、1300? これか。本当に残念な、なんか僕持ってるので、あんまりこういう話したくないんですけど、1338? このレジサポラインまではあるかなという状態まで今来てます。まあ、今もちょうど相場動いているので、イッサリアム、今プラテンしてますけどね。プラテンじゃねえな、これもう。キープしてる状態。明日の朝9時ぐらいにまたもう一回日足が出た時にどうなるかっていうのもありますけどね。はい。ということで、今ちょうど水準的には前回の7月のとこの水準にあるんだけども、イーサリアムを見ていただくと分かるようにダブルボトムみたいな感じではない。形状が。はい。下がってきている。
しかもじりという階段を降りているような状態になっております。逆に急落急転とかだったらまだね、あれですけど、ほんとじりっと来てますもんね。はい。まあ、いい材料がなかなかないですね。はい。まあ、僕はもう本当にほっといてます。イーサリアムもほっといてます。マジで。はい。まあ、値動き見ててもしょうがないのでっていう感じですね。はい。まあ、いいお話がいつかあればいいなぐらいでもう、ナスダックと同じですね。はい。もう、売りもしないで、塩漬けです。はい。塩漬けでございます。はい。ということで、まあ、あと、バイナンスコインですね。久しぶりにやりますね。BNB ってやつですね。海外取引所でナンバーワン。まだバイナンスは良かったです。死んでませんでした。まだ良かったです。何が良かったかというと、バイナンスコインはまだ、このテクニカル上だと平行四辺形の、でもまあ、一回ね、オーバーシュートしたんですけどね、ここ。はい。ですけど、まあ、バイナンスコインはいろんな工夫、バイナンスはいろんな工夫をしていて、なんとかね、いろんなトークンを出したりとかして、バイナンスはバイナンスなりにいろんなことをやってるなって、NFT もそうですけどね、工夫はしてるなっていうのを思います。はい。下がり的には、どれぐらいだろう。ピークから3ヶ月で 46% 下げてきて、そうですね。28%。そうですね。70% か。ただですね、このバイナンスコインについてのものは、時価総額今3位か4位だと思うんですけど、コインベースとかと比べるとまだマシです。下がり方は。まだマシ。コインベースとか、マイクロストラテジーの方がもっとひどいと思いますね。はい。まだいい。という状態。はい。でした。あと、まあ、一時期有名だったイーサリアムキラーと言われたソラーナですね。時価総額が5位か、XRP に抜かれてはないか、5位ぐらい。これはですね、ちょっと、落ち方がひどいと思われます。まずソラーナ自体は、送金スピードが速いっていうことで、イーサリアムが一時期すごく調子が良かった時っていうか、口座数がすごく多くなって処理スピードが遅かったんですよね。で、その時に、まあ、去年のお正月ぐらいかなに、ソラーナっていうのがあるよ、みたいなことになって、で、このソラーナのブロックチェーンっていう技術もいろいろ出てきて、ソラーナで一つの、まあ、組織というか、ソラーナからいろんなその DeFi みたいな、ブロックチェーンが出てきたというのがありました。で、まあそういうことを踏まえて、でもまあいろいろ問題もありましたけど、でも送金スピードとか本当に優れているので、まあ、僕も一時期ちょっともう USDT がやばいなと思った時にこのテザーっていうのがこれちょっと変えようかなと思った時にXRP に変えたんですね。で XRP に変えて日本の証券会社で円に変えたりしたんですけども、ビットコインってやっぱり送金スピードが遅いんですよ。遅いっていうか20分ぐらいかかるんですよね。で、20分ぐらいかかると、日本の口座に、僕 DMM、ビットコインっていうを使ってるんですけど、日本円にするときに。20分ぐらいかかるので、バイナンスからビットコイン流すと。で、20分って怖いんですよね。ちゃんと送金されてるかどうかって怖いんですよ。だから、よく本当にエルサルバトルとかもよくやってるなと思うのが、送金スピードが遅いっていうか20分かかるから、なんていうの、銀行振り込みで言うと20分間どこ行ってるかわからない状態これ怖いんですよね。だから僕はソラーナじゃないんですけど、XRP は20秒かな違う、もっと早いのかな
4秒違う。ソラーナが4秒か。XRP は20秒ぐらいだと思うんですけど、日本の口座に入れるのは。そういうのは、普通の送金スピードが速いので、XRP を使ったりとかしてるんですけど、ソラーナ4秒ぐらいで送金できるから、ほぼ、外貨とか入るときには早いと思うんですよね。そういう利点もあったんですけど、そういう利点もありつつも、でも価値としてはやっぱり、難しいっていうかね、こう送金するのも難しい。ピークが259なので、60、この3ヶ月60、ピークがね、みんな11月ですね。初めですね。はい。これぐらいですね。48%。ということで、これ合計すると、ソラーナは、約半年で4分の1ぐらいになってる。そうですね。アメリカの、ペイパルぐらいですかね。ペイパルぐらいの落ちかな？スクエアほど落ちてないか。アリババくらいかな？落ち方ですよ、ただ。アリババも300から85から90ですよね。それぐらいですね。あそこまで行ってないかな。NVIDIA までは行ってないか。NVIDIA が320から下げてる数字を覚えてますね。160ぐらいですもんね。これは今、ソラーナは250から、いや、もっとだな、これ今42だな。250から42だから、6分の1ですもんね。いや、これ、ペイパルくらいだ。ブロック、そうですね。ブロックくらいですね。イメージはそれぐらいですね。はい。ペイパルぐらいですね。アリババよりもひどいですね、これ。はい。そういうか。6分の1っちゃ結構きついですもんね。こんなとこで持ってる人、もういないと思うんですけど、売っちゃってると思うんですけどね。はい。はい。ということになります。ちょっと仮想通貨、いいお話なかなかできないですけど、またね、今のこの底値からもし上がってくることが少しでもあるといいなぐらいしかないです。もう一段下がっても覚悟しなきゃいけないなっていうところは持っております。はい。はい。ということでした。でも、多分仮想通貨やってらっしゃる方みんなそう思ってんじゃないですか？どういうことを今でも話題にしているのかな？どうなのかわかんないですけどね。はい。はい。それではですね、世界の動きをちらっとだけ見ましょう。どうしようかな。いいか。世界のやつやります。あれ？これか。世界の株価指数の方はパッパーっといってきますね。インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア。さらっといきますよ。インドネシアです。今週インドネシア戻しました。はい、戻しました。で、このトライアングルという、間違えた、トライアングルじゃない、平行四辺形見ていただくと、これ、半年の値ですけども、上昇トレンドに近い状態で戻しましたよっていうとこですね。インドネシア極端でした、今週は。本当に。そういう一週間でありました。でも、今ちょっと上昇しすぎてるので、ちょっと来週落ち着くかもしれません。はい。簡単に言ってきますね。タイですね。タイも戻しましたが、タイは、先週ズドーンと落として戻してきてるので、タイ自体は平行四辺形のちょうどこの位置。はい。
まあ、平行四辺形自体は、上昇トレンドとも下降トレンド、レンジ相場みたいな形ですけど、レンジの中の下の、ちょっと上のところに今来てます。移動平均線。あ、そうそう、移動平均線またちょっと話しますけど、テクニカルの指標一部変更します。この赤と黄色を。また理由はお話ししますね。はい。まあ、移動平均線にタッチしているところであります。ベトナムです。お、そうなんですか。同時買うってどういう心境なんですかね。あれなんですかね。やっぱりクリプト、もともとイーロン・マスクは仮想通貨好きなんですよね。きっと。好きっていうか、ブロックチェーン自体が好きなのかな。あ、ちょっと待ってください。同時見ていいです？今、どうなってます？あ、なんか一個ピューンって上がってる時がありますね。こう同時コインが。今一気に、気のせい？何これ？一気に今、同時コインがプラスからマイナスに転落しましたけど。大丈夫ですかこれ？これどういう現象？今一気にマイナス 6.59 になったけど。機械壊れたかと思った。ちょっと待ってくださいね。ちょっとまた脱線しますけど。俺同時コイン最近あれ、テクニカルやってないけど、チャートはわかるよな。ソラーナのところか。ちょっとこれ。同時 USD4H になって冷やしですけど。今は動きはないかな？同時は。ちょっとこれ紛らわしいんで消します。広げます。ちょっと拡大します。同時の冷やしは、まだこれからですかね。すごい低迷してますね。今の同時の位置は、ここ。ちょっと今平均線だけ引きますね。同時がブレイクしたのが、いつだ？ 2021 年の4月8日。ここで多分これイーロン・マスク法ですね、これ。同時ブレイクは。こうなってますもんね。4月のところでツイッターでなんか言ったんでしょうね、これ。ここ。4月の13日がブレイク。で、現在の位置が、これか、第一次、2021年の2月の8日の位置まで落としてきてます。0.08 円です。0.08 ドルだから、1ドル100円で考えて、120。そうですね。今1円ぐらいですかね。0.08 ですね。はい。まあ、すごい下落トレンドですけど。まあ、ここからですよね。はい。もう買ったかも。しめじさんありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい。はい。なるほど。そうなんですね。全然上がってないですね。まあ、そうですよ。イーロン・マスク、ちょっと、お金持ちなんだから経済、ブロックチェーンで回してほしいっす。イーロン法で少しでも。アマゾンとかもなんか仮想通貨作ったりとかして頑張ってください。メタバースもだいぶ時間かかりそうですね。すごい投資してるみたいですけどね。メタは。
まあまあ、すごい下落トレンドですね。はい。はい。まあ、これ書いてると、もう時間なくなっちゃうので、ちょっと、簡単にこれぐらいにしとくか。全然上昇してません。日足で見ても、全然上昇の角度が悪いですね。はい。はい。ということで、同時はまだまだ、かなり下の位置にいます。はい。面白くないチャートでございます。はい。これ抜けたら、ここね、多分ポイントは、このチャートで言うと、0.06? ここですね。ここすごい厚い壁がありますけど、ここですね。ビュー、この位置ですね。同時は。はい。そこまで落としてから買われれば、まあ、あるかもしれません。はい。なるほど。安いから買うのは間違いで、まあね、ちょっとそれは思いますね、今。はい。はい。ザッカーバーグ気に入られているから大丈夫。スペース X だ。まあでも本当今日これですけど、なんか話題は出しますよね。はい。話題が大事かもしれません、今は。はい。話題先行で、だって同時コイン自体のその性能って大したことないですもん。確か。はい。思います。話題ですよ。送金速度がどうとかこうとかそういうレベルではなくてね。はい。高橋ダンさんも、なんか、ポストプライムコイン作るとか、なんか言ってませんでしたっけ？みんななんか、貨幣作れちゃうとか、トークン作れるんですかね？すごい簡単ですよね。一体、価値っていうか貨幣の価値って、もう、信用で成り立ってるわけじゃないですか。だから、この信用がなくなった瞬間にもう価値って、ね、厳しいですよね、本当に。その価値っていくらになるかっていうのは株もそうですけど、本当わかんないですよね。はい。思います。岸田トークンっていくらの価値があるのかなんてわからないですよね、本当に。なんか暴落して笑えるのもありですよね。岸田さんがツイッターでなんか言ってみたみたいな。あるんですかね？あの人ツイッターやってんのかな？はい。はい。ベトナムまで行ったんですけども、これ全部ちょっと今日できないかも。チャートは結構書いてるんですけどね。はい。マレーシアですね。今週上がってはいません。下げ止まった一週間でした。はい。マレーシアちょっと動きが違いますね。他のとこと。下げ止まっています。下げ止まった状態。はい。どうしよう。実は、ちょっともう時間がそろそろなので、実は明日、ライブをやろうと思っています。久しぶり日曜日ですけど。というのは、最近ちょっと勉強して、また勉強を始めてることがありまして、ちょっと紹介させてください。そのことで。はい。独裁者です。0.02。同時持ってるんです ?0.02 で持ってる？すげえ。すっごい先見じゃないですか。
0.02? どの位置だ？すごいですね。ここですよ。なんか俺思い出しました。昔ここですね。IOST 持ってた時思い出しましたよ。ここね。0.02 って。まあ、無敵ですね、これ。なんか、いかんな、また話それちゃっていけないです。今となっても IOST っていうのもなんかもう時の話みたいになってますけど、日本だと一時期、あそこ、あれで流行ったんですよ。コインチェックが、2年前の9月ぐらいに、新しいコインっていうことで、ちょうど、中国系のコインになるのかな？ IOST っていうのを入れますっていうことで、ちょうどね、誰だっけ？格闘家の朝倉っていう人だったか誰かが、すごい IOST を持ってて、で、ちょっと、その話、俺ダメだな、なんか雑談に入っちゃうな。まあ、いいか。IOST。そう。で、中国系、確か、これ、はい、EOS とかこのあたり、中国系のあれだと思うんです。で、この格闘家の方がなんかツイートしたことによって、500万円ぐらい、なんかしない、500万円ぐらい、この 0.0 いくつで買ってたんですよ。その人が。はい。で、このもうどこで売ったかわかんないですけど、この 0.08 ぐらいのところで、資産がやっぱ10倍ぐらいになって、それをツイートしたのかな？で、送り人になったみたいな感じで、なんかツイートがあったのを思い出しましたね。で、僕もたまたま、この時に、いくらだったかな？ 0.06 で、そう。これが初めてっていうか、はい。僕もこういうとこで持ってて、もう、どこで売ったんだろう。これ、が仮想通貨のテンバーガーみたいな体験をした最初で最後。テンバーガー？流行ってましたね、去年。テンバーガーっていう名前とか。言ってましたよね。株の10倍増えるやつみたいな。いや、懐かしいですよね。まあ、こういうことが あったなっていう話ですね。はい。はい。脱線しました。明日の話をちょっとして、明日別に僕これ11時半から家庭教師終わってやりたいなと思ってるのは、ちょっと、まあ、ライブというか、勉強について、FX のことをもう一回、ちょっと考えてみようかなと思っております。で、あるこの、YouTuber さん、この方の、まあ、今日ちょっとできなかったですが、明日ちょっと話をしたいなと思います。皆さんはその FX に関してっていうのは、あんまり今これ僕 CFD も結局、FX と同じなんですよ。株の先金決済取引。で、僕もずっとテクニカルとか中心に、FX みたいなことをやってきたんですけど、もっと短い時間足でしっかり勉強したいなっていう気持ちに今なってるんですね。投資して儲けたいとかいうことよりも、もっと、小ロットでも、コモディティとか、要は天然ガスもそうですけど、ちょっと入れて、テクニカルをしっかり、勉強して楽しみたいと思ってるんです。で、今日紹介できないんですけど、明日紹介したいんですよ。この木のりさんっていう方なんですけど、で、何がいいかっていうと、この方の声がいいんです。皆さんもYouTuber さんとかで FX とかで勉強されてる人がもしいたとしたら、いろんな方、僕はトレーディングビュー使ってるからトレーディングビューの師匠みたいな方も、見たりと
かしましたし、昔、マレーシアに住んでる方で、こう、勉強させていただいた人もいたりとか、いろんな勉強する人もいるんですけど、僕はちょっと一回自分のテクニカルだとかをまた見ていくときに、この木のりさん、もう5年ぐらいから少しずつこう言ってるんですけど、ちょっと声だけ、ちらっとね。ワードは縦軸と横軸です。うん。東雲さんの声に我々が似普段見てているチャーるトかな？どうでしょうかね。ですよね。縦軸が価格で横軸が時間になってます。まあ、いつもこういうチャートを見ているので、ペンバーガー、そう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 。これが当たり前の形だと思いがちなんですが、今言われでもよこのくよく考えてみると、声聞いてもらうと、この外国多分ですけど、まあ今ちょっとだけね、この内容についてまた明日行きたいと思うんですけど、僕よりちょっと上の方なのかな？たまに昭和の話がちらちらと出てきたりするので、すごい親近感もあるのと、とにかく、わかりやすいです。この方は。で、登録者数は少ないんですけども、でも、見ている、要は、登録者数が少ない割に、一個一個の見てる再生回数が多いんですよ。ということは何かというと、多分ですけど、何回も、これ何回も見ても再生回数って、あれですよね。一人の方が1回見た、2回見たってなったら、2回にカウントされるんですよね、きっと。なので、多分、一人の方がもう一回勉強しようかなと思っていらっしゃるので、再生回数が登録者数よりもすごく多いんですよ。多分、僕言っている分かりやすさっていうかも、この方がすごく丁寧にされてるんじゃないかなと思います。で、僕は、この方の考え方っていうのを一回取り入れながら自分で、トレードをもう一回ちょっと勉強していきたいなと思う。で、明日、これ別に全然ライブ、関係なくて自分で本当に勉強することなんですけど、これを出したいと思います。シンクトレーダーと言います。もう初めて多分お目見えするソフトだと思うんですけど、このシンクトレーダーっていうのをちょっとログインしてみますね。見えるかな？明日、これ、明日からちょこちょこ、これを使ってやるか、今ちょっとこの紹介だけして終わりますね。これ FX のデモトレードができる、画面になります。はい。ちょっとこういう感じで。シンクトレーダーと言います。今ここ全然出してないですけど、ここやるとこれどういうソフトかというと、デモトレードということで過去検証というものができるフリーのソフトになります。で、英語バージョンなんですけども、いろんな試し方があるので、明日これを一回ちょっと紹介させてもらって、で、実際にデモトレードってこういう風にやるんだよっていうことと、あと、そのトレーディングビューでも当然過去検証はできるんですけど、トレードビューの、トレードの過去検証の仕方だとかもちょっと紹介をしつつ、もっと、過去検証して勉強していきたいな。昔結構やってたんですけど、なかなかYouTube とか含めて、アメリカの株とかも結構楽しくて、テクニカルのことをもっと、最近ね、またやり直そうかなと思っています。はい。これをちょっと紹介したいなと思いました。なんで、明日は面白い話できるかちょっとわからないんですけど、またちょっと FX のことで、面白いかなと思われる方は、遊びに来てくれるといいかなと思っています。なるほど。カウントされてますね。はい。ということで、皆さんもまたこういう FX とかで、なんつうかな、すぐにやらなくても勉強したいわっていう方もいらっしゃる時だと思うし、こういうのが、後々そういう当然勝ってこればいいんでしょうけど、今僕も損切りトレーダーみたいになっちゃってますけど、今そこまでCFD を入れてるんですけど、証拠金たくさん入れて
スイングトレードみたいな感じにしてるんですけど、もっとね、短期足と長期足を見たり、今これちょうど、横軸と縦軸っていう話をしてるんですけども、まあ、こういうのを含めてね、インジケーターのことや、まあ、テクニカルの、こう、長期足、短期足の見方とか、そういったものもね、またやって、一緒にね、学んでいけたらな、なんて思っております。僕もこう、アウトプットしたいのでね、で、調子が出てこれば、実際に、これから、天然ガスとか、原油とかのリアルトレードも皆さんにお見せしながら、実際ライブでね、披露できる時もあるんではないかな。今ちょこちょこナスダックとかも、5分足で遊びでやったりするんですけど、ちょっとあまりにも、エントリーしている理由っていうのも、なんていうのかな。いい加減っておかしいですけど、やっぱりこう、長期で見て、短期で、当然時間足見るんですけど、こうエントリー根拠っていうのが、まだまだ甘いし、当然その甘いから、入り方も甘いから、結局根拠もいくつか、まあダブルボトムだからとか、三尊だからとかっていう、こう、じゃあどの時間足で、どういう順張りをしてとか、そういうところがね、しっかりね、できてない部分もあると思うんですよ。うん。だから当然、損切りもあるし、エントリーから利確までのストーリーというのも描けてない部分もあると思うので、そういったところをね、明日一回やって、また、今後の、ライブの時に、リアルトレードをお見せすることも出てくるだろうし、まあ、ね、一緒にね、見て、損切られたっていうのもあるかもしれませんし、そういったことをね、できたらなと思ってます。僕もその東雲さんと同じように、基本は自分の中でこうアウトプットをしていきたいっていう思いがすごくあって、まあいろいろこう雑談して楽しいですけどね、こういうのもいいんですけど、はい。基本は僕もこうアウトプットして勉強していきたいっていう思いがね、ありますのでね、そういうところをまた、興味があればね、見ていただけたらなと思います。僕のところはいろんな銘柄を紹介するだけではなくて、やっぱりもう一緒にね、こういうふうに学んでるんだってことを知っていただけたらね、いいし、もし参考になることがあれば、今 FX とかもやってみようかなと思ってるっていうことであればね、初心者の方とかも一緒になってね、学んでくださればいいなと思います。で、この Think Trader ってさっきお見せした、こちらね、ですけども、ちょっと、じゃあこれナスダックとか出るかなシンボル。あれ出ないちょっと、とりあえず、出るか。出るかなこれ。N。これFX やドル円とかも USDT とかありますよね。こういう、長くなっちゃうかな、また。何でもいいですけど。ナス、あれうん。なんか放送事故になりそうだ。まあいいや、NVIDIA でもいいや。NVIDIA。とりあえずチャートだけ出しますよ。チャートこれ黒くなってるのでまた白くしたりとか考えます。まあ、チャートが出てきて、チャートをここでいろいろ変えたりとかして、多分僕やるとしたらこういう感じですね。こっちの時間足とこっちの時間足でこうトレードして、ここスタートしていくと、今見えますかねこう、進んでいるような。あれ、こういう風にね。今とりあえずこういう装置だよということで。で、ここでなんか根拠書いて、バイってやると、こう、今こう、買ったと。買った、上がった、下がった、上がった、下がった。
上がった。はい。トンギ、クローズポジション。ということで、今、買ったやつが上がったので、っていうことで、はい。すいません。ちょっとまた、あと、今日、とりあえずこういう装置だよっていうところちょっとお見せしたかっただけなので。はい。これまたね、明日、ちょっとやってみようかなと思っております。はい。はい。ということで、まあ、FX の要素も取り入れていこうかなっていうことをお伝えしたかったです。はい。ありがとうございました。はい。それではですね、明日の23時30分から、まあ、FX も入れつつ、なので、これから、ちょいちょいと、こう、FX の内容も入れてって、まあ、ドル円とかだけじゃなくって、コモディティの FX 原油とか、まあ、特に僕は、CFD の原油について、とか、こちらの方のね、シルバー、ゴールド、原油、大豆、コーン、このあたりをしっかり短期足でも、まあ見れるような形分析をしていきつつトレードもやっていければ面白いかなと。ただ、多いお金でやらないですよ。続けていくことが大事なので基本楽しむっていうことですのでね。勉強は楽しいと。で、お金を入れた方がきっと、必死度も変わってくるしね。はい。もうお金の増やし方はもう、本当にもう長期積み立てて、もうほったらかしにするしかないなと思ってます。はい。ちょっとしたお金でね、やってますね。はい。はい。それじゃあ、まあ、明日は本当に皆さん、全然、日曜日、お忙しいとこもあると思うんで、全然、もし時間があればっていうことですのでね。はい。お願いしたいと思います。はい。サラさんもありがとうございます。また、12時ぐらいにこそっと、遊びに来てくださいね。ありがとうございます。はい。それじゃあまた、明日、やりたいと思いますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。失礼いたします。